Hi guys! 皆さんこんにちは、あおいです。このチャンネルでは日本語を勉強している方に向けて日常で使っている日本語の表現をたくさん使いながら日々感じたことについてお話ししていきます。最後には今日お話しした中で紹介したい、おすすめしたい日本語の表現を英語を使いながら少しお話ししますので、ぜひ最後まで聞いてください。今日は改めてになるんですけど、ちゃんと自己紹介をしようと思います。私の名前は葵と言います。出身は日本の愛知県で、今はカナダに住んでいます。去年の4月からワーキングホリデーでカナダに来ているので、今年で今2年目になります。なんでカナダでワーホリしているかっていう話はちょっと今するとすごく長くなりそうなので、また別の回に話せたらいいかなって思います。私の趣味、好きなことは映画を見ること、YouTube を見ることなので、基本的に休みの日は家に一日中いることが多いです。好きな映画はディズニー映画がすごく好きで、映画の中の音楽もすごく大好きです。英語だとまたタイトルが違うと思うんですけど、特に私は、塔の上のラプンツェルとピーターパンが大好きです。この間、日本に一時帰国していた時に、お母さんと東京ディズニーシーにもう10年以上ぶりぐらいに行ったんですけど、この2つのラプンツェルとピーターパンのアトラクションに乗れて、もうめちゃめちゃ楽しくて大興奮でした。あとはハイスクールミュージカルとかも好きで、もう何回も見てます。同じ映画とか同じアニメを何回でも見れるタイプの人です。あとはファッションも好きで、たまにお買い物にも行きます。本当に1ヶ月に1回ぐらい。あんまり行きすぎると、欲しいものが増えすぎて買いすぎちゃうので、あんまり行かないようにはしてるんですけど、そうですね、1ヶ月に1回くらいは、もう抑えきれず、というか、欲しいものをできるだけ定めていくようにしてます。で、特にヴィンテージのものが好きで、古着屋さん巡りとかよくしてます。でも最近はちょっと年齢のことも考えて、あんまりカジュアルになりすぎないように、ちょっと綺麗めなものも狙っていってます。綺麗めカジュアルぐらいを心がけていて、それに合わせてアクセサリーとかバッグとか小物を合わせるのも好きで、ついつい集めたくなっちゃいます。なので、いつかはヨーロッパに住んでみたいなって憧れがあります。やっぱりパリとかローマとかのああいうファッションにちょっと憧れはあります。まだ全然行ったこともなくて、逆に行ったことある国で言うと、もうほんとアメリカ・ロサンゼルスに1週間学校の研修で行ったのと、あとフィリピンのセブ島に2週間くらい語学留学で行ったのと、今カナダくらいで、カナダ国内もまだ全然行けてなくて、旅行に全然行けてなくて、とりあえず早くモントリオールとケベックは行きたいなって思ってます。なので、どこかなんかおすすめのスポットとかあればコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。ちゃんと日本語で送ってくれたら日本語で返します。じゃあ、なんでこのポッドキャストを始めたかっていうお話なんですけど、理由はたくさんあって、一番大きな理由は日本語の面白さを、日本が好きだよって、日本語を勉強したいよって言ってくださる方に伝えたいなって思ったからです。カナダで生活していて、日本語を勉強したいよって言ってくださる方に結構出会えたのが私にとって
すごい決め手になっていて、最初は日本語教師とかチューターみたいなものになろうかなとか、やってみようかな、挑戦してみようかなって思っていたんですけど、レッスンもしたことないのでやり方もわからないし、そんな自分のレッスンにお金を払ってもらうっていうのがなんかちょっと私にはできなくて、で、そもそも自分が英語を勉強した時、今も勉強中なんですけど、もちろん自分が英会話教室に行って、こうテキストに合わせて、こう読んでとかしてた時ってあんまり上達したなっていう感覚がなくって、それよりもこうセブ島に行って直接こうお話ししたりとか、自分だけでできることでも YouTube で海外の方が上げてる Vlog とか、それこそポッドキャストとかを真似してどんどん喋ってみたいな方がまず楽しいし、こう自分の好きなものを見ているので退屈っていうか飽きないし、喋れるようになりたいとも思うし、より上達しているような気がしていて、なので私も日本語を勉強している方たちにこう楽しんで勉強してもらえるようなポッドキャストを作りたいなと思って始めました。喋るのは真似しなくても、ただ聞いてるだけでもリスニング力のアップにもなるし、すごくこういう勉強法は私的におすすめだなって思います。その中で、じゃあ今の私にしかできないことってなんだろうって考えた時に、大きく3つあって、1つ目は私にしかできない経験をこれからもし続けて、それを発信すること。私は今一人で海外に住んでいて1年経つんですけど、この1年でもすごく日本とカナダの違いを感じていて、で、これって本当に誰でも経験できるものじゃないし、すごく貴重な時間を過ごしているなっていう風に感じていて、それをこう言葉にしてちゃんと残していきたいなとも思うし、もしそれが誰かの役に立てたら嬉しいなとも思います。二つ目は、日本語の面白さにどんどん触れて、それを皆さんに共有すること。一番わかりやすいのは歌かなって思うんですけど、英語の歌ってリズムとか綺麗にはまるフレーズとかをこう何回も繰り返して歌ってるっていうイメージがあって、だから歌うとめちゃめちゃ気持ちいいんですよね、英語の歌って。もともと私歌うことが好きで上手じゃないんですけど、下手くそなんですけど歌うのは好きでよく歌ってて、で、それを英語の発音の練習に使おうと思って英語の歌を歌うことで発音練習をしていたりするんですけど、だからその時はもうめちゃめちゃノリノリで練習しまくったフレーズをこう、うわーって歌っているんですけど、日本の歌って結構こう歌詞に思いとかがすごく込められていて、その歌詞に心を動かされるっていうことがすごく多いんです。日本で人気になる歌って結構こう歌詞がいいとか、歌詞に共感できるよっていう歌がこうランキングの上位とかになることがすごく多くって、同じ言葉でも漢字がちょっと違うだけで全然違うこう感じ、なんか捉え方がちょっと違くなったりするのがすごく日本語の面白いところで、難しいところでもあるんですけど、それが私の日本語の好きなところです。でもこの面白さにこう今まで当たり前のように日本語だけで生活していた私は全然気づいていなくって、多分これからもこういろんな日本語の作品とかを見返しても、あーって
気づくことがまだまだあると思うので、そういうのを共有していけたらいいなって思っています。で、もちろん英語の作品も大好きで、それこそ映画とかもできるだけ英語の作品は英語で見るようにしているんですけど、なかなか私の英語力が追いついてないところもあるので、皆さんのそういうところの共有もお待ちしています。3つ目が、聞いてくださってる皆さんとお友達のような関係になること。私の一番大きな夢というか目標が、日本で自分のお店を持つことなんですけど、そこにいつかこのポッドキャストを聞いてくださった方が来てくれて、そこで日本語で直接会話ができたらすごく楽しいし嬉しいなって思っていて、そんなことができたらもうこれ以上の幸せはないなって思うので、その目標が実現できるように今自分にできることをしっかり続けていきます。インスタグラムもできるだけ発信しようと思っているので、ぜひフォローしていただいて、そこでより深く友達のような関係になっていけたら嬉しいなって思っていて、言語学習をするのに友達と話すってすごい上達が早い方法の一つだと思うので、皆さんにとってそんな存在に私がなれたらいいなって思っています。前回の更新から少し期間が空いてしまったので、今回はまた気持ちを切り替えるぞ、入れ替えるぞっていう気持ちで改めて自己紹介をしました。また今回から水曜日と土曜日の夜8時から週2回投稿していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあまた次回も聞いてください。Today I talked about my self-introduction again and what I can do right now. In that I'd like to introduce some useful expressions. First, when you talk about something you want to become or something you dream of in the future, you can use the phrase 憧れている I admire or 憧れがある I have admiration for. For example, I could say 私はヨーロッパに住むことに憧れている I admire living in Europe. ヨーロッパのファッションに憧れがある I have admiration for European fashion. Also, if there is someone you look up to, you can say その人に憧れがあるから真似をする I admire that person, so I try to copy them. Using expression like this helps you share your dreams and ideas with others, which can create a really nice relationship. So let's keep using them more and more. The word どんどん is very useful in situations like that. It gives the idea of doing something repeatedly or continuing to increase or develop. For example, どんどん喋って英語を上達させる Speak more and more to improve your English. どんどん経験を積む Gain more and more experience. Words like this, along with repetition expressions like どんどん or ノリノリ can make your Japanese sound more natural and fluent. Finally, I said, 自分でお店を開いて、そこで皆さんと日本語で直接お話ができたら、これ以上の幸せはない。If I could open my own shop and talk directly with everyone there in Japanese, I couldn't be happier. The phrase これ以上の幸せはない means you're at your absolute happiest point and nothing could make you happier than that moment. It may not come often in life, but when the time comes, I hope you'll try using it. For example, 日本に来れてこれ以上の幸せはない。I came to Japan and I couldn't be happier.
日本食を食べてる時以上の幸せはない。I'm eating Japanese food and I couldn't be happier. I look forward to hearing your versions of this phrase one day. Thank you for listening. I hope you'll join me again next time.